岩手県久慈市のラーメン特集。このシリーズも4回目、野田版も含めると5回目となりました。1回で終わるつもりが、美味しいお店やメニューが次々と発見されるので、このシリーズまだまだ続きそうです。まずは6月1日にオープンしたラーメン我が家。夏井にある道の駅北三陸からすぐ近くの国道沿い。ラーメンの定番は3種類。その中でも一番人気はネギ味噌ラーメン。麺は手打ちで中太。噛み応えが良い感じです。このチャーシューに味付け卵、美味しい味噌スープ。お好みでスープにおろし生ニンニクを混ぜます。こちらは季節限定の冷やし中華。こちらもチャーシューと味付け卵。こちらは背脂醤油ラーメン。そしてオーソドックスな品そば。餃子も美味しかったです。実はこのお店、マッサージオリエンタルのすぐ裏、辰巳町にある焼き鳥屋さんが昼間こちらでラーメン屋さんを開かれたようなのです。どこかで見たことがあると思ったのですが、前に一度食べに行ったことがあり、どの料理もとても美味しかったのを覚えています。テキパキとした調理でその腕前が発揮されていました。我が家のラーメンは久慈のラーメンの中では少しタイプが違う。特に麺が関東の二郎系を思わせるような食感ですが、好みの分かれるところだと思います。久慈グランドホテルの1階にある中華レストランアゼリア。日替わりランチメニューでこの日は担々麺でした。とても美味しかったです。ここのランチの嬉しいのは、ドリンクバーとアイスクリームがおかわりして食べられることです。コーラにアイスを乗せてコーラフロート。コーヒーに乗せればコーヒーフロート。緑茶に抹茶アイスもとても合いますね。これはスーラータンメンだったでしょうか。セットのご飯取らなきゃよかった。美味しくてすごいボリュームでした。ラーメンではありませんが、久慈名物ナポリタンもありました。でもこのナポリタンは美味しく作りすぎて昭和の再現ではないですね。ボリュームも貧しい昭和の時代ではない超大盛りでした。さて、久慈から少し離れた近隣の店も紹介いたしましょう。道の駅白樺の村山形に隣接してあるレストランタンタン館。ここは豆腐セットやカツなどいろんなメニューがあるのですが、ラーメンも普通のラーメン、味噌ラーメン、カツラーメンと3種類あり、味噌ラーメンを注文してみました。野菜たっぷりですね。さて、これまでの久慈のラーメン特集で紹介してきたお店からも別メニューをいくつか紹介しましょう。ゴーメンの油そば汁なしラーメンです。このチャーシュー美味しそうです。半熟ゆで卵。こちらはミニ豚飯。甘辛だれをかけていただきます。世界のラーメントントン。スーラータンメン。昭和レシピチャンネルでもレシピをパラグアイで作って紹介したことがあります。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。きくらげ。酸味の効いた美味しいスープ。
国名メニューで今回食べたのはインド。ビーフカレー味ですね。スパイシーで美味しかったです。麺ドーラン、冷やしラーメン醤油味。冷たいラーメンは油がしつこくならないように作るのが難しいですが、これはとても美味しいですね。濃厚コク味噌ラーメン。やはり私は味噌味が好きです。そして味噌にごまが加わってさらに濃厚な味になる担々麺。こちらは担々つけ麺になります。醤油、酢を少し多めに入れて、私はラー油は控えめに。麺ドーランの餃子も美味しいです。八海のあっさり白豚、コクのある黒豚に、この赤豚は少しピリ辛の豚骨ラーメンです。魚豚、魚だしベースのラーメン。昭和中華、懐かしい昔ながらの中華そばですね。あごだし。八海の餃子は可愛い一口サイズで食べやすいです。サムライブギーは朝6時から開いていますが、朝のメニューには朝ラーがあり、醤油と塩から選べて、これは塩ラーメンです。寒い地方ではラーメンが人気で、あらゆる食堂で最もたくさん見かけるのではないでしょうか。9時のラーメンはどれもピカイチで、お値段もリーズナブル。ぜひ食べにいらしてください。9時から歩いてすぐのマッサージオリエンタル。今年5月にオープンしましたが、口コミで徐々に評判が高まり、リピート率も高いです。9時の名所の一つとして頑張りますので、ぜひ応援ください。地元密着型のサービスに重点を置いていますが、お仕事や旅行でいらした方へもメニューをご用意しています。心も体もほぐれて温まる癒しの空間としてご利用ください。では、美味しいお店やレシピを9時から発信、紹介する昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。では、まだナス、nos vemos。チャウチャウ。